解説。1980年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1980年ってどんな映画があったの？お、いいところに目をつけたな。1980年は映画の黄金期とも言われていて、日本でも海外でも名作が次々と公開された年なんだぜ。へえ、そんなにすごい年だったのね。でもどんな映画があったのか全然思いつかないわ。そうだろう？この年には、日本アニメの傑作もあれば、衝撃のホラー、心に残る感動作、さらには世界的大ヒットを記録した SF 映画まで、バラエティ豊かな作品が日本の劇場に登場したんだぜ。なんだかワクワクしてきた。でも、それって具体的にどんな映画？よしそれじゃあ今回は、1980年に日本で公開された映画ベスト10をランキング形式で紹介していくぜ。ランキングか。楽しみね。どんな作品がランクインしてるんだろう？ 10位から1位まで順番に発表していくぜ。懐かしの名作から、今見ても色褪せない傑作まで揃ってるから期待しててくれよ。オッケー。それじゃあ、早速ランキングを見ていこう。よし、まずは第10位から紹介していくぜ。第10位。寺へ。第10位は、寺へ、ね。どんな映画なの？寺へは、1980年4月26日に公開された SF アニメ映画だぜ。原作は竹宮恵子の同名漫画で、未来の宇宙文明を舞台に、地球を目指す少年たちの愛と勇気を描いているんだ。未来の宇宙文明って、具体的にはどんな世界なの？人類は地球の環境悪化から宇宙に移住し、スーパーコンピューターによる管理社会を築いているんだ。子供たちは人工惑星で育てられ、14歳の目覚めの日に成人検査を受ける。この検査で、超能力を持つ新人類、ミュウが判定されると、社会から排除される運命にあるんだ。そのミュウの少年たちが地球を目指すのね。そうだ。主人公のジョミー・マーキスシンも、成人検査でミュウと判定され、ミュウの指導者ソルジャーブルーに救出される。最初は戸惑うジョミーだけど、やがてミュウの新たなリーダーとして地球への帰還を目指すんだ。壮大な物語ね。見どころはどこかしら？人間とミュウの対立や、管理社会のあり方など、深いテーマが描かれているんだ。さらに、当時のアニメーション技術を駆使した美しい映像も魅力の一つだぜ。なるほど。1980年にこんな深いテーマの映画があったなんて驚きだわ。そうだな。今見ても色褪せない名作だと思うぜ。第9位。13日の金曜日。第9位は13日の金曜日ね。タイトルは聞いたことあるけど、どんな映画なの？ 13日の金曜日は、1980年8月15日に日本で公開されたアメリカのホラー映画だぜ。監督はショーン・エス・カニンガムで、スラッシャー映画の代表作と言われているんだ。スラッシャー映画って？スラッシャー映画っていうのは、ナイフや斧みたいな凶器を使った連続殺人がテーマのホラー映画のことだな。特にこの映画は、後のホラー映画に大きな影響を与えた作品なんだぜ。じゃあどんな話なの？舞台はアメリカニュージャージー州のクリスタルレイクキャンプ場。過去に少年ジェイソンが溺死して以来、不吉な事件が相次いでいて、呪われたキャンプ場と呼ばれていたんだ。そんな怖い場所で何が起こるの？キャンプ場を再開しようと集まった若者たちが、謎の殺人鬼によって次々と殺されていくんだ。襲撃の方法も斧で切られたり、矢でいられたりとバリエーション豊かで、当時の観客に強烈なインパクトを与えたぜ。じゃあ犯人は誰なの？そこがこの映画の見どころなんだよ。犯人は意外な人物で、最後のどんでん返しが衝撃的だったんだぜ。そんなに驚く展開なのね。それで、この映画の人気の理由は？まず、恐怖の演出がうまいこと。暗闇や不気味な BGM。突然の襲撃シーンが観客を震え上がらせたんだ。それにこの映画がきっかけで、ジェイソン・ボーヒーズっていうキャラクターが生まれたんだぜ。ジェイソン？有名なホラーキャラでしょ？そうだぜ。ただ、意外かもしれないけど、ジェイソンはこの映画ではほぼ登場しないんだ。実際に殺人を犯しているのは別の人物なんだけど、ラストのシーンがシリーズの象徴になったんだよ。そんな展開があったのね。
ホラー映画ファンにはたまらない作品ね。そうだな。今でもホラー映画の金字塔として語り継がれているぜ。第8位、狂い咲きサンダーロード。第8位は、狂い咲きサンダーロードね。タイトルからしてインパクトがあるけど、どんな映画なの？狂い咲きサンダーロードは、1980年5月24日に公開された日本のアクション映画だぜ。監督は石井壮吾で、彼の商業映画デビュー作として知られているんだ。石井壮吾監督って、どんな作品を作っているの？彼は、爆裂都市バースとしてや、逆噴射家族みたいに、独特の映像美と過激なテーマで注目された監督なんだぜ。この作品も、そのエネルギッシュな作風が光っているんだ。どんなストーリーなのかしら？物語の舞台は近未来の日本、幻の街、サンダーロードを舞台に、暴走族、幻の特攻隊長陣が主人公だ。新しい道路交通法が施行され、他の暴走族たちが市民に愛される存在になろうとする動きに反発するんだ。ジンはその動きに賛同しなかったのね。そうだ。彼は昔ながらの暴走族の誇りを捨てず、組織や権力に屈しない生き方を貫こうとする。でもそのせいで、仲間との対立、組織からの追放、右翼団体との衝突と、次々と過酷な運命に巻き込まれていくんだぜ。かなりハードな展開ね。見どころはどこかしら？低予算ながらも、エネルギッシュな演出や独特の映像美が際立っているんだ。特に暴走族たちの生き様や、組織や権力に抗う若者たちの姿がリアルに描かれていて、見る者に強烈な印象を与えるぜ。出演者もかなり個性的な人が多そうね。まさにその通りだぜ。例えば、元幻のリーダーで芸能欲という設定の剛を演じたのが小林年次だ。実は、小林がこの役を引き受けた経緯も面白いんだぜ。どういうこと？石井監督が直接小林年次に金も何もないですけど、映画が作りたいんです。年次さんのこと、いつも画面の隅っこで見ながら気になる存在でした。この役、年次さんをイメージして書いたんですけど、読んでよかったら返事くださいって台本を渡したんだ。監督、かなり熱いわね。それで小林年次さんは？自分をイメージして書いた本って初めて言われたらしくてな。感動した小林は読まなくていいよ。制作日数が何年かかってもやらしてもらうからって、なんと台本を読まずに出演を快諾したんだぜ。すごい。そんな熱い現場で作られた映画なら、ますます見てみたくなるわね。そうだろ？今でもカルト的な人気を誇る作品で、石井監督の才能が光る一本だぜ。第7位、遥かなる山の呼び声。第7位は、遥かなる山の呼び声ね。タイトルからして美しい響きだけど、どんな映画なの？遥かなる山の呼び声は、1980年3月15日に公開された日本映画だぜ。監督は山田洋次で、彼の民子三部作の第3作として知られているんだ。民子三部作って何かしら？山田洋次監督が手掛けた3つの作品で、1970年の家族、1972年のふるさと、そしてこの、遥かなる山の呼び声がそれに当たるんだ。いずれも家族や人間関係をテーマにした感動的なドラマだぜ。どんなストーリーなの？舞台は北海道東部の中標津町。酪農を営む未亡人の風見民子が、一人息子の武志と二人で暮らしている。ある嵐の夜、田島耕作という謎の男が彼女の家を訪れ、一晩の宿を求めるんだ。その男は何者なの？実は、彼は過去に人を殺めてしまい、警察に追われている逃亡者なんだ。でも、民子は彼を受け入れ、彼もまた彼女の酪農を手伝うことで、次第に家族のような関係を築いていく。逃亡者と未亡人の交流、興味深いわね。そうだな。二人の間には次第に絆が生まれるんだけど、工作の過去が二人の関係に影を落とすんだ。最終的に、工作は自らの罪と向き合う決意をする。切ない物語ね。見どころはどこかしら？北海道の美しい四季の風景を背景に、人間ドラマが丁寧に描かれているんだ。高倉健が演じる工作と、
倍賞千恵子が演じる民子の繊細な演技が光っているぜ。キャストも豪華なのね。ああ、さらに吉岡秀隆が幼い武士を演じていて、彼の初々しい演技も見どころだ。山田洋次監督ならではの温かみのある作品で、心に深く響く映画だぜ。第6位、アメリカン、ジゴロ。第6位はアメリカンジゴロね。タイトルからして大人の雰囲気が漂っているけど、どんな映画なの？アメリカンジゴロは、1980年2月8日にアメリカで公開されたサスペンス映画だぜ。日本では同年の10月25日に公開されたんだ。監督はポール・シュレイダーで、主演はリチャード・ギアが務めている。リチャード・ギアって、あのハリウッドの大スターよね。どんな役を演じているの？彼が演じるのはジュリアン・ケイというジゴロ。つまり高級男性娼婦だ。ビバリーヒルズを拠点に、上流階級の女性たちを相手にしているんだ。なるほど。ストーリーはどんな感じなの？ジュリアンは完璧な身のこなしと洗練されたマナーで、多くの女性たちを魅了している。ある日、彼の顧客の一人である裕福な女性が殺害され、ジュリアンはその容疑者として疑われてしまうんだ。それは大変ね。彼は無実なの？ああ、彼は無実なんだが、アリバイを証明するためには、別の顧客である上院議員の妻、ミシェル・ストラットンの証言が必要なんだ。しかし、彼女との関係が公になることを恐れ、彼女は証言を渋るんだ。ジゴロとしての華やかな生活の裏に、そんな危機が迫るのね。そうだ。映画は、ジュリアンが自分の無実を証明しようと奮闘する姿と、その過程で自身の生き方や孤独と向き合う様子を描いているんだ。見どころはどこかしら？リチャード・ギアの魅力的な演技はもちろん、ジョルジオ・アルマーニが手掛けた洗練された衣装や、ブロンディの主題歌、コールミーなど、スタイリッシュな演出が光っているぜ。音楽もファッションも楽しめる映画なのね。ああ、そしてポール・シュレイダー監督ならではの深い人間描写も見逃せない。ジュリアンの内面に迫るストーリー展開は、見る者に多くのことを考えさせる作品だぜ。第5位、影武者。第5位は、影武者ね。タイトルからして歴史的な雰囲気が漂っているけど、どんな映画なの？影武者は、1980年4月26日に公開された日本の歴史映画だぜ。監督は黒澤明で、主演は中台達也が務めている。黒澤明監督の作品なのね。どんなストーリーなの？時は戦国時代、甲斐の国の大名、武田信玄が敵の銃撃で命を落とすんだ。しかし、信玄の死が明らかになると両国が混乱することを恐れた家臣たちは、信玄に売り二つの盗人を影武者として立て、信玄の死を秘匿しようとするんだ。影武者として生きることになった盗人は、どんな運命をたどるの？最初は戸惑いながらも、次第に信玄としての役割を果たしていく。しかし、やがてその正体が露見し、彼自身も戦乱の渦に巻き込まれていくんだ。歴史的な背景も気になるわね。物語は、武田信玄の死後、武田家がどのようにして存続を図ったのか、そして影武者として生きた男の葛藤を描いている。黒澤明監督ならではの壮大な映像美と、中台達也の迫真の演技が光っているぜ。また、戦国時代の剣謀術数や人間ドラマが深く描かれていて、見応えがある作品だ。評価はどうだったの？第33回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し、国際的にも高い評価を得た作品だ。それはすごいわね。ぜひ見てみたいわ。ああ、戦国時代の人間模様を描いた名作だから、きっと楽しめると思うぜ。第4位、地獄の黙示録。第4位は、地獄の黙示録ね。タイトルからして壮絶な感じがするけど、どんな映画なの？地獄の黙示録は、1979年にアメリカで公開された戦争映画だぜ。日本では1980年に公開されたんだ。監督はフランシス・フォード・コッポラで、主演はマーティン・シーンが務めている。コッポラ監督といえば、ゴッドファーザーシリーズで有名よね。どんなストーリーなの？物語の舞台はベトナム戦争末期、アメリカ陸軍のウィラード隊が、カンボジア奥地で独自の王国を築き、軍紀を無視しているカーツ大佐の暗殺任務を命じられるんだ。カーツ大佐って、
どんな人物なの？元は優秀なグリーンベレーの隊長だったが、戦争の狂気に取り憑かれ、自らの倫理観で行動するようになったんだ。彼を演じたのはマーロン・ブランドだぜ。ウィラード大尉はどのようにしてカーツ大佐に接近するの？小海底でヌン川を遡り、道中で戦争の狂気や矛盾を目の当たりにしながら、徐々にカーツの元へと近づいていくんだ。映画の見どころは？戦争の狂気を描いた壮大な映像美と、登場人物たちの心理描写が見どころだ。特に、キルゴア中佐の朝のナパームの匂いは格別だというセリフは有名だぜ。第32回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し、アカデミー賞でも撮影賞と音響賞を受賞している。現在でも戦争映画の金字塔として評価されている作品だ。ああ、戦争の本質や人間の内面を深く描いた作品だから、きっと心に残ると思うぜ。第3位、クレイマー、クレイマー。第3位は、クレイマーね。タイトルからして家族の物語っぽいけど、どんな映画なの？クレイマーは、1979年にアメリカで公開され、日本では1980年4月5日に公開されたドラマ映画だぜ。監督はロバート・ベントン。主演はダスティン・ホフマンとメリル・ストリープだ。有名な俳優さんたちね。ストーリーはどんな感じ？物語は、仕事人間のテッド・クレイマーが主人公だ。ある日、妻のジョアンナが突然家を出て行き、テッドは7歳の息子ビリーと二人きりの生活を始めることになる。最初は家事や育児に戸惑うテッドだが、次第に不死の絆を深めていくんだ。でも、タイトルにクレイマー対クレイマーってあるけど、何か争いが起きるの？ああ、ジョアンナが1年半後に戻ってきて、ビリーの養育権を求めてテッドを訴えるんだ。そこから二人の間で親権をめぐる法廷闘争が始まる。親権争いを描いた作品なのね。見どころは？ダスティン・ホフマンとメリル・ストリープの迫真の演技が光っているぜ。特に、テッドがビリーのために不器用ながらもフレンチトーストを作るシーンや、法廷での緊迫したやりとりは感動的だ。第52回アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞、助演女優賞、脚色賞の5部門を受賞している。さらに、ゴールデングローブ賞でも作品賞、ドラマ部門などを受賞し、高い評価を得た作品だ。それはすごいわね。家族の絆や親権問題を深く描いた作品なのね。ああ、現代にも通じるテーマを扱っているから、ぜひ見てみてほしいぜ。第2位、シャイニング。第2位は、シャイニングね。ホラー映画として有名だけど、どんな作品なの？シャイニングは、1980年に公開されたアメリカのホラー映画だぜ。監督はスタンリー・キューブリック。主演はジャック・ニコルソンとシェリー・デュバルだ。原作はスティーブン・キングの同名小説だな。キューブリック監督といえば、独特な映像表現で知られているわね。ストーリーはどんな感じ？物語の舞台は、コロラド州のロッキー山中にある人里離れた歴史あるホテル、オーバールックホテルだ。小説家志望であり、アルコール依存症を患っているジャック・トランスは、冬季の閉鎖期間中の管理人の職を得て、妻のウェンディと息子のダニーと共にホテルに住み込むことになる。家族でホテルに住むのね。でも、何か不穏なことが起きるの？ああ、実はこのホテル、以前の管理人が孤独に心を蝕まれ、家族を斧で惨殺し、自殺したという曰く付きの場所なんだ。さらに、息子のダニーは、シャイニングと呼ばれる不思議な能力、つまりテレパシーを持っていて、このホテルで様々な超常現象を目撃するんだ。それは怖いわね。ジャックはどうなるの？ジャック自身も次第にホテルの不気味な力に影響を受け、狂気に陥っていくんだ。そして、家族に対して暴力的な行動をとるようになる。キューブリック監督の緻密な映像美と、ジャック・ニコルソンの狂気を帯びた演技が見どころだ。特に、ジャックがドアを斧で壊しながら、ヒアーズ・ジョニーと叫ぶシーンは有名だぜ。公開当初は賛否両論だったが、現在ではホラー映画の金字塔として高く評価されている。独特の雰囲気と心理的恐怖を描いた作品として、多くの映画ファンに愛されているんだ。それは興味深いわね。ぜひ見てみたいわ。ああ、ホラー映画好きなら一度は見ておくべき作品だぜ。第
第1、スター・ウォーズ、エピソード5、帝国の逆襲。第1位は、スター・ウォーズエピソード5帝国の逆襲ね。1980年6月28日に日本で公開された作品よね。そうだぜ、レイム。この作品は、ジョージ・ルーカスが生み出した壮大なスペースオペラの第2作目で、監督はアービン・カーシュナーが務めたんだ。前作、新たなる希望の成功を受けて制作された続編だな。ストーリーはどんな感じなの？物語は、反乱同盟軍が帝国軍の追撃を受け、氷の惑星ホスに基地を構えているところから始まる。帝国軍の攻撃で基地が陥落し、ルーク・スカイウォーカーは、ジェダイマスターのヨーダを求めて惑星ダゴバへ向かうんだ。一方、ハンソロやレイヤ姫たちは帝国軍から逃れるために奔走する。ルークはヨーダからジェダイの訓練を受けるのね。でも、帝国の逆襲ってタイトルだから、何か大きな出来事がありそう。その通りだ。ルークは仲間たちが危機に陥っていることを感じ取り、訓練を中断して救出に向かう。そして、ダース・ベイダーとの対決が待ち受けているんだ。この戦いの中で、ベイダーから衝撃的な事実が明かされる。それって、あの有名な I am your father のシーンね。ルークにとっては大きな衝撃だったでしょうね。ああ、観客にとっても衝撃的な展開だった。この作品は、シリーズの中でも特に評価が高く、深みのあるストーリーとキャラクターの成長が描かれているんだ。確かに、キャラクターたちの人間関係や内面的な葛藤が深く描かれているわね。それに、映像や音楽も素晴らしい。そうだな。ジョン・ウィリアムズの音楽や、当時としては革新的な特殊効果も見どころだ。帝国の逆襲は、まさに映画史に残る名作だぜ。総評、まとめ。いやー、1980年の映画って、本当に名作ばかりだったわね。だろ？ジャンルも幅広くて、SF、ホラー、戦争映画、ヒューマンドラマまで揃っているのがすごいよな。スター・ウォーズ帝国の逆襲やシャイニングみたいに、今でも語り継がれる作品が多いのも納得だわ。そうだな。特に帝国の逆襲はシリーズの中でも評価が高いし、シャイニングは心理ホラーの金字塔だしな。でも、邦画も負けてないわよね。影武者は黒澤明監督の大作だったし、狂い咲きサンダーロードみたいな熱量のある映画もあったし、日本映画の勢いもすごかったよな。遥かなる山の呼び声みたいに心温まる作品もあれば、テラエ、みたいなアニメ映画もあったしな。1980年って、映画界にとって本当に豊かな年だったのね。ああ、技術の進歩と、監督や俳優たちの情熱が詰まった作品ばかりだ。今見ても色褪せない名作が多いから、気になる映画があったらぜひチェックしてみるといいぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。